こんにちは、佐藤ささらです。今回は、チャット GPT の登録方法と使い方を解説します。チャット GPT の登録画面の画像を交えて、一つ一つ丁寧に解説しますので、この動画を見ればチャット GPT の登録方法がわかるようになります。また、チャット GPT の使い方についても、使い方、対応言語、精度、利用料金、従来の検索エンジンとの違いを解説します。チャット GPT の登録に必要なものは、メールアドレス、または、Google アカウントか Microsoft アカウントです。メールアドレスでチャット GPT に登録する方法と、Google アカウントか Microsoft アカウントで、チャット GPT に登録する方法があります。次に、スマホの電話番号です。電話番号を認証する際に SMS を使用するので、固定電話の電話番号ではなく、スマホの電話番号を用意しましょう。それでは、チャット GPT の登録方法を解説していきます。まず、OpenAI のチャット GPT のページを開きましょう。OpenAI のチャット GPT のページの URL は、説明欄に記載いたしております。トライチャット GPT をクリックします。サインアップをクリックします。クリエイト Your Account というページが開きます。E メールアドレスと表示されている入力欄にメールアドレスを入力します。メールアドレスの入力を済ませたら Continue をクリックします。メールアドレスでチャット GPT に登録する方法と Google アカウントか Microsoft アカウントでチャット GPT に登録する方法があります。パスワードと表示されている入力欄にパスワードを入力します。パスワードの入力を済ませたら Continue をクリックします。黒塗りの部分には前のページで入力したメールアドレスが最初から入力されています。Verify Your Email という画面が開くので、黒塗りの部分に表示されているメールアドレス宛てに届いているメールを確認しましょう。もし、いくら待ってもメールが届かない場合は、Resend Email をクリックしましょう。OpenAI Verify Your Email という件名でメールが届くので、メール本文中の Verify Email アドレスをクリックします。Tell us about you という画面が開きます。First Name と表示されている入力欄に名前を入力、Last Name と表示されている入力欄に名字を入力します。名字、名前の順ではなく、名前、名字の順なので、間違えないように注意しながら入力しましょう。名前と名字の入力を済ませたら、Continue をクリックします。Verify Your Phone Number という画面が開きます。最初から日本の国旗が選択されていて、その右の入力欄には、プラス81と表示されています。プラス81と表示されている入力欄に、スマホの電話番号を入力します。最初から、プラス81と表示されているので、スマホの電話番号の最初の0は入力せず、最初の0の次の番号から入力しましょう。例えば、スマホの電話番号が090から始まる場合、プラス8190と入力していきましょう。プラス81は、国際電話における国際電話識別番号と日本の国番号を組み合わせた番号です。海外から日本に国際電話をかける際に、電話番号の最初の0の代わりに、プラス81を入力することが必要になります。スマホの電話番号の入力を済ませたら、センドコードをクリックします。エンターコードという画面が開きます。000と表示されている入力欄に6桁のコードを入力します。6桁のコードは前のページで入力したスマホの電話番号に SMS で送られてきます。もし、いくら待っても SMS が届かない場合は、リセンドコードをクリックしましょう。NEXT をクリックします。NEXT をクリックします。Done をクリックします。これで、チャット GPT の登録が完了しました。画面下部の赤枠で囲まれている入力欄に、質問を入力してエンターキーを押しましょう。チャット GPT が質問に対する返事を返してくれます。ここからは、
チャット GPT の使い方を解説していきます。チャット GPT の使い方は至って簡単です。検索窓に単語や文章を入力してエンターキーを押すだけです。様々な単語や文章を入力して、どのような返事が返ってくるか試してみましょう。次は、チャット GPT の対応言語についてです。チャット GPT は日本語にも対応しており、英語ができないと利用できないということはありません。ただ、日本語より英語の方が返事が返ってくるスピードが速いということはあるようです。また、日本語で単語や文章を入力しても、英語で返事が返ってくる場合があり、そういう場合は、日本語で表示してください。というような文章を入力すると、英語で返ってきた返事が日本語に翻訳されて表示されます。早速、チャット GPT を活用して、チャット GPT の対応言語を尋ねてみました。2021年9月以降にリリースされた最新のモデルである GPT-3 は、以下の言語に対応しているようです。英語、スペイン語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、ポルトガル語、オランダ語、ノルウェー語、デンマーク語、スウェーデン語、フィンランド語、ポーランド語、トルコ語、ロシア語、アラビア語、ヘブライ語、日本語、中国語、韓国語。次は、チャット GPT の精度についてです。現在のところ、チャット GPT から返ってくる返事は、すべて正しいというわけではなく、間違いも含まれているので注意が必要です。ただ、どの返事が正しくてどの返事が間違っているか、については判断が難しい場合もあり、そうなってくると少し大げさですが、すべての返事を疑ってかからなければならない、ということにもなりかねず、この点に関しては今後の課題だと思われます。次は、チャット GPT の利用料金についてです。チャット GPT は無料で利用できますが、チャット GPT プラスという有料版もあります。チャット GPT プラスの利用料金は月額$20で、特典として、需要が多い時期でも対応可能、応答速度の高速化、新機能への優先アクセス、というものが挙げられています。次は、チャット GPT と従来の検索エンジンの違いについてです。従来の検索エンジンは単語で検索を行いましたが、チャット GPT は単語と文章の両方に対応しています。従来の検索エンジンは検索結果にウェブサイトが表示されましたが、チャット GPT は文章やプログラミングコードなどの形で返事を返してくれます。従来の検索エンジンでは検索結果に表示されたウェブサイトを自分で見て回って情報をまとめたり取捨選択する必要がありましたが、チャット GPT ではその必要はなく、最初から知りたい情報そのものを提示してくれます。チャット GPT と仮想通貨との関係を見ていきましょう。チャット GPT は仮想通貨とは直接の関係はありませんが、チャット GPT を開発している OpenAI の現 CEO であるサム・アルトマンは、2020年にワールドコインという仮想通貨プロジェクトを立ち上げています。サム・アルトマンは、ユニバーサルベーシックインカムの概念に触発されて、世界中の人々に仮想通貨を無料配布するプロジェクトとして、ワールドコインを構想したと語っており、唯一の個人であることを証明するだけで、人々にグローバルかつ無料で配布される、最初のトークンだと定義しています。ワールドコイントークンは、2023年前半に公式リリース予定で、眼球スキャンをすると無料でトークンを受け取れるようです。いかがだったでしょうか？チャット GPT は登場していきなり世界中の注目を集めました。今まで多くの人々が AI や人工知能という言葉は知っていても、具体的に自分の生活にどう関係してくるのかが分かりにくかったところに、文章で質問を入力すると文章で返事を返してくれるという、画期的かつ分かりやすい形で登場したことが、チャット GPT を一躍有名にした要因の一つではないでしょうか。ブロックチェーンや仮想通貨の未来も楽しみですが、AI の未来も楽しみになってきましたね。この動画と同じ内容のブログ記事の URL は、説明欄に記載いたしております。ご視聴ありがとうございました。この動画の内容がいいと思ったら、高評価ボタン、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。